ミキさんの剪定教室にようこそ。Welcome to ミキさん 's Pruning Course。今回は、茶毒蛾についてお話しします。椿やサザンカに発生する茶毒蛾、それの見つけ方、刺されたらどうしたらいいか、刺されないためにはどうしたらいいかについてお話ししたいと思います。字幕は世界各国の言葉でご覧いただけます。日本語字幕は設定、字幕、自動翻訳から日本語を選んでください。今回の内容ですが、茶毒蛾とはどういう害虫なのかということをまずお話しします。次に刺された時の対応、どうしたらいいか。茶毒蛾が発生する木や季節について。茶毒蛾の見つけ方や防除方法。作業する時の服装。茶毒蛾の毒のアレルギーや耐性。作業服はどういうふうに選択したらよいか。などを説明いたします。茶毒蛾と毒心毛。毒心毛と言いますが、それはこの針のことです。この針がですね、風に乗って飛んできて、衣服を通り越して肌に刺さります。刺さると中から毒が出てきてですね、強いかゆみを起こすわけです。この針はですね、成虫、卵、卵塊ですね。それから幼虫、大きくなった幼虫、抜け殻、すべてのですね、世代にこの毒心毛はついていますので、厄介なんです。早速ですが、茶毒蛾に刺されたらどうしたらいいか。この写真はですね、刺されてしばらくしてから皮膚炎、炎症が起こった時なんですが、初めはこういう炎症が起こる前にですね、かゆみが始まります。かゆみが始まったらですね、かゆいところにガムテープをペタペタと押し付けて針を抜いてください。決してこすらないようにしてください。セロファンテープなどで触れた皮膚の周辺をそっと押さえて毒心毛を除きます。次に流水やシャワーで上から洗い流してください。被害が広がってしまうので、かいたりさすったりしないようにしましょう。石鹸をですね、泡立てて流水で洗ってください。薬はですね、抗ヒスタミン軟膏を使用します。被害範囲が広い場合は皮膚科に、目に被害を受けた場合は水で洗った後で眼科を受診してください。初めて被害に遭ったときはお医者さんにかかった方がいいと思います。茶毒蛾の発生する時期ですが、椿とですね、サザンカ、椿とサザンカに大変よく発生します。発生する時期は年に2回、5、6月とか9月、10月頃に発生します。ただこの時期はですね、地域や年によって変わります。この茶毒蛾は椿科の木に発生すると言われています。夏椿、お茶の木ですね。それからヒメシャラ、これも椿
蚊なんですが、私はですね、千葉県ですが、これらの木で茶毒蛾が発生しているのに会ったことはないです。ほとんど椿とサザンカです。茶毒蛾の見つけ方ですが、1、2、3、4と4つほどありますが、椿やサザンカを選定するときはですね、まず食害根を探します。こんな風にですね、葉っぱが食べられてしまいますので、覗くと木を見るとですね、こんな様子の葉っぱがあったらまずいます。で、ここには今いないんですが、初期ですと葉っぱの裏にですね、幼虫がたくさんついてます。で、これ幼虫がもうちょっと大きい幼虫になるとですね、バラバラになるって木のですね、全体に広まってしまうので見つけづらくなります。それから大発生するとですね、くしゃ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 と音が聞こえることがあります。それと地面にですね、糞がこんなたくさん、落ちてきますので、地面を見てても茶毒蛾が発生していることを見つけることができます。作業前の駆除方法、椿やサザンカを剪定するときに茶毒蛾がいたらどうするか。まず大きな木に大量に発生していたら、私はですね、ちゃんとした防具をつけて農薬を散布します。散布してから作業に取り掛かります。大きな木の大量発生でなく、発生が数箇所、2、3箇所とか5、6箇所でしたら、私はスプレーの殺虫剤で部分的にやっつけます。例えばですね、この蚊にかけるスプレーですね。これ安いからね、1000円も出せば3、4本買えますので、私はこれを使います。でも、初めてで慣れない方はですね、緊張からですね、茶毒が専用のスプレーが出てますので、こういうのを使ったらどうでしょうか。これはですね、スプレーしますとね、なんかネバネバが出てですね、虫が固まってしまいますので、そしたら切り取って枝ごと捨てるというものです。それから、昔はですね、炎で焼き殺すということをしました。棒の先にね、布をつけて油を染み込ませて火をつけて虫を殺します。それとかこのようなですね、蒸れている枝葉をですね、大きく切り取ってしまうということをします。それとね、これを切り取った時、私はね、上から踏んづけます。靴の底で踏んづけると、もうね、毒針毛は飛んでこないようです。そんなことをして駆除をしています。作業する服装など、茶毒蛾がいるときにはですね、もう作業をしないという方もいらっしゃいますが、私たちはですね、また日程を調整して出直すというよりもですね、作業してしまいます。その時にはですね、毒針毛が通りにくい服装、こういうですね、カッパを着るわけです。夏は暑いですね。汗びっしょりになります。だけど、カッパなど雨具とか厚手の下着を着て、します。もちろん、防具のメガネとかですね、手袋も毒針毛が通らないビニール製のものを使用します。それからね、例えば蚊に刺されないように虫除けスプレーしたりしますけども、茶毒蛾に効果のある虫除けスプレーというのは私は知りません。もしですね、
ご存知の方がいらっしゃったらですね、コメント欄で、教えていただけると嬉しいです。その他の知識1、経験則なんですが、透かし剪定をすると発生しにくいです。透かしてですね、中をよく風が通って日が当たるようにすると茶毒蛾が発生しにくいようです。次ですね。切り枝の後片付けに要注意。他の人がですね、注意しながら椿やサザンカを剪定した。他の人がこの切り枝を片付ける。しゃがんで集めて片付ける。なんということをするとですね、その片付ける人が被害に遭いますので気をつけてください。それとですね、痒くなる部分なんですが、顔、手の甲、首筋など日焼けした肌は痒くなりにくいです。私なんかもあれ刺されたかな、少し痒いかなと思う程度でしかなりません。どういうところが痒くなるかというとですね、肌の白いところ、脇の下とかね、そういうところはですね、刺されると痒くなります。これちょっと不思議な話なんですが、茶毒蛾には縄張りがあるんでしょうか。同じ木の同じ場所に発生しやすいです。ですからそこにいる茶毒蛾を駆除すると翌年にはですね発生しにくくなるように私は感じています。その他の知識に1回刺されるとアレルギーになり2回目3回目と悪化すると言われていますが、私や私の仲間の経験ではですね、だんだんと軽くなります。初めて刺された時はひどいかゆみで悩まされますが、2回3回4回1年2年3年と経つごとにですね軽くなります。洗濯の話ですが、家族の衣服と一緒に洗濯しても大丈夫。私はそうしています。どうもですね、毒は水や洗剤で薄まってしまうということじゃないかと思います。でもね、皆さん別に洗濯してもらった方がいいと思います。長時間ご清聴ありがとうございました。今日はこれでおしまいです。こちらの方よろしくお願いいたします。今日の動画で私の動画は96本になりました。剪定の動画で96本。ミキさんの剪定動画リストというのを作ってありまして、概要欄にそれの URL がありますので、ぜひこの動画リストを覗いてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。